RC 統合。こんにちは、ドスログです。こんにちは、柳です。はい、タミヤナギ君、久しぶりの登場ですね。はい、だいぶすっきりしましたよね。そうですね。まあいろいろありまして。いろいろありまして、なるほどなるほど。絶賛減量中です。僕もね、体今絞ってるんですよ。確かにちょっとこの辺すっきりされました。やっぱりね、年食ってくるとね、だんだん動けなくなってくるもんで、このままいったら本当に動けなくなっちゃうなと思って、ちょっと今体絞ってます。健康大切ですよね。そうですね。大事に皆さん気をつけましょう。はい。はい。でね、まあ柳君なんですけども、柳君って言ったらこの天狗のお面に頃のイメージとちょっとね変わってだいぶすっきりしたっていう、だいぶ昔に戻ったのかな。はい、だいぶイケメンに戻ってきましたんでね、絶賛彼女も募集中でございます。最近下克上高山もだいぶ頑張ってるんで、柳君にも頑張ってもらいたいなと思ってね。だいぶインパクトがね強かったんじゃないかなと。彼のその本当の初期のね、始めたての頃を知ってる身としてはよくぞここまで。そう、はい、で、今日は何をしたいかっていうと、ちょっとね気になるラジコンがあるんですよ。それがね、はい、これ見てもらえますかね。はい、こんな感じかな。横から見るとこんな感じで、これね最近日本だと龍星さんがね輸入元で発売している BM ホーリーっていうメーカーの28分の1のラジコンになります。でこれなんとね、そうこうまあこことか、ね、めっちゃ切れるようになってるって感じですね。そうでプラスこれね FR レジェンドのコラボボディがついているっていう、FR レジェンドって言えばまあコロナの最盛期ぐらいの時かな、めっちゃ流行ったんですよ。僕も携帯今でも入ってる。最近全然立ち上げてないですけど、僕のイメージだと FR レジェンドって言ったらね、勉強してないラジコンキッズが一生懸命やってるっていうイメージが非常に強い。そうですね。夏場とか冬休みとかになる時期になると、もうまあ治安が悪い、ぐちゃぐちゃになるっていうゲームでしたね。なるほど。みんなオンラインに入ってきて、荒れる荒れる。でね、これをね開封してどんな感じで走るのかっていうのをねちょっとね、タミヤナギ君と一緒にやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。もう早速いきましょうか。じゃあちょっとこの S13 って書いてあるやつですね。はい、こちらになります。開封してみましょう。はい、行きましょう。なんかいっぱい入ってるね。そうですね。まずはよいしょ。二段弁当、二段弁当、重箱みたいになってますね。重箱で、こいつがよいしょ。これがまず本体。あ、もうできてるじゃん。そうですね。あ、そうか、RTR だよね。切れ角は？どう？結構。わ、すげえガチ切れじゃんこれ。すごい。ほら。フロントの転がりは？転がりはまあ。でね、あとこれね、裏もう一回見せてもらうと、これね、ホイールベースが変えれるんだって。本当だ。ここ緩めると、そう。あ、すごい。調整式になってるっていう。これを？ボディ取れるのか？こっちに差し込んであるんじゃないかな。でここの引っかかってて、よいしょ。いけそう。なんかミニッツみたいな感じなんだよね、多分。そうですね。よいしょ。ちゃんとバネついてますよ。あ、嘘？どれ？ここ。あ、本当だ。すごい。アーム類は樹脂だね。ですね。これは受信機なのかな？ 2.4 ギガって書いてあるから、受信機っすね。でモーターがこんな感じで。モーターちっちゃいねこれ。そうですね。しかも横置き。ミニッツ用のモーターこれ。あ、すごい。これトーコントロールロッドじゃないですか。嘘、どこ？これ。あ、本当じゃん。すごいじゃん。結構頭角変えれるんだ。変えれますね。裏からちょっと見せて。こんな感じで。あれすごくないこれ？トーインも変えれて、ホイールベースも変えれて。あれこれさりげにすごいぞ。このサイズで。あと何が入ってる？バンパーとか入ってますよ。なんかバンパーとかめっちゃある。これ今はバンパーついてないのこれ？これバンパーついて、すごいマグネットで。マグネットバンパーだ。これもしかこれウィングとか。すごい。あれ？ウィングがついた。もう一回取って。これ。パチン。うわ、すげえ。すげえ。ってことはだよ。これサイドスカートだよな。これがリアかな。磁石ある。
磁石があるじゃないですか。ってことはバンパーももしかして外れる？あ、外れる。あ、すげえ、インタークーラーが出てきた。でこれ違う、もしかしてあ、やべえこれ、何これ面白いぞ。あれ面白いぞ。これめちゃくちゃいいじゃん。すげえフルエロになった。あ、すげえ、なんとフルエアロ仕様になってしまいました。それ細いのってこれはなんだ？これじゃないですか。ルーフスポイラーとか、これはさすがに何も磁石がないからこんな感じで作るんじゃないですかね。確かに FR レジェンドでこういうパーツあったな。これは磁石はないですけど、すげえマグネットですごいじゃん。すごいな。ちょっと感動しちゃったね。しますねこれ。これ本当に FR レジェンドのまんまじゃん。これでまたなんか職人さんがこういろいろリバリーとかやっていけばすごいこだわってるな。これもしかしてこれってさ、ディスプレイシャーシじゃないですかこれ。あ、そうだそうだ、あ、そういうことね。これゴムタイヤなんで、ディスプレイだな。ほらここにシャフト通して、なんかね、モードでね、2モードあって、ドリフトモードともう1個がグリップのモードみたいな感じになってるんだと思う。なんかそういや切れ角が2つ書いてありましたね。これだ。こっちがドリフトでこっちがレーシングモードって書いてある。レーシング、多分そっちがね、スイッチドリフトモードって書いてあるから、それ切り替えができるみたいですね。なるほどなるほど。結構本格的じゃないですかこれ、思ってたよりも。ただのおもちゃだと思ったけどね、ちょっと開封してびっくりってやつ。そうですね。でもうクロポがあるのと、ここにこれですね。これホイールがあるぞ。これそれ何？あれモーターがまたついてる？スペアモーターじゃない？スペアとこの緑の箱ってなんだろう。なんかバッテリーっぽいね。ですよね。ここにバッテリーが入ってる。全然気づかなかった。これどうやって充電するんだろう。プロポはでステアリングのデュアルレート、トリム、スロットルのデュアルレート、ゲイン、ここでゲインいじれるみたいですね。ジャイロゲイン？そうですね、ジャイロゲインって書いてある。ステアリングのリバースで、バインドがついてるから、合うのかな。単4っぽいな。単4、何本いる？4本？しかもこれホイールも変えれるっすね。ここにホイール、なんとホイールが今これね、ノーマルっぽい。ノーマルっぽいよね。あとこいつもついてて、これがね、なんかいかにもドリシャ風の、そうですね。なんかいろいろあるね。ですね。ここにタイプ C があるってことは、ここにスッと挿してタイプ C つなぐんじゃないですか。これが表かな。これで挿してタイプ C 挿して、充電始まった。青点滅って。でこれはモーターはこれ多分スペアのモーターじゃないかな。これが一応工具で、こっちがホイール、タイヤを外すやつかな。これはドラシャだ。ドラシャ？ボーンですね。ドッグボーンみたいな。じゃあもう一台の方もちょっとついでに開けちゃおう。もう一台の方がね、今度は86になります。86っぽいやつですね。86っぽいやつか。これも充電しちゃおう。充電して、ちょっとね、ツインで走れるのかなみたいな。できたらいいですけどね。操作感がどんなもんかっすよね。ジャイロの機器とかもこれ調整できるんじゃないかな。そうですよね。レンズがあるから。じゃあ開くわ。これ動くな。これバンパーは外れるね。すごい。これもバンパー外れます。嘘。ちょっと横から見せて、もう一回。あれ？すごい。これはドライバーがある。これすごいですね。ちゃんとドライバーが。じゃあドライバー乗るんだこれ。これでドライバーを。なるほどなるほど。ここにパチッとはめてあげると、よいしょ。結構凝ってるな。どれ？こんな感じで。本当じゃん。何これ？かわいい。ゲームのまんまじゃん。本当ですね。かわいいな。でここになんか軸が見えるんで、これ動くな。固定用のテープがあるか。動いた。こうか。でバッテリーを充電しておきましょうか。すごい。タイヤもなんかドリフトタイヤっぽい。でもなんか食いそうだなこれ。ちょっと走らせてみたらわからんわ。そうですね。ちゃんとこのサスペンション構造も簡単にはなってるけどね。なるほど。っていうのもすごいな。今これ両方とも充電中です。このディテールがしっかりしてるの、本当にゲームのまんま。
マニュアル見るとナックルがさドリフト用とグリップ用でこれ違うんだね、あってことはさっき、この袋になんかあこれかどれ？これだ。おおすげえあ、それ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 。これですね。今はドリフト用がついてて切れ角がこう切れるようになってて、ここ見るとなんかちょっと太いストッパーついてますね。ああ、なるほど。ナックルストッパーが。要はね、これで言うとね、形がこっち、あ、そうそう、ナックルストッパーがついてる太いやつの方が、このゴムタイヤ履かせてそう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 走ってねって感じですね。あちょっとタイヤ外してみていいですかこれ。すげえ、これ気持ちいい。パコッ。あこれもしかしてベアリングじゃん。どれ？あ、それ？ベアリング指示してある。これ高山くんに頼んでスルスルにしてもらえば、こことベアリング1、2の違うな。これなんか本格的だね。結構ガチじゃないですか。でここにも多分これベアリング外してつけるっていうパかね。チッとつけるとってやつですね。まあとりあえず今回はね、まあドリフトで行くんで、タイヤアクスルもこれ金属なんだ。超ちっちゃいっすよこれ。ナットとか。本当だ。これは取り扱い注意っすね。じゃあまたタイヤつけていこうか。そうっすね。あやべ。あやべ。これなんか落ちたよベア。リングが落ちた。どこだ。こうなるんですね。ああよかった見つかってベアリング。ちょっとね落としちゃった洗浄しますっていうね。これ脱脂してよう転がるオイルさしたらすごいことになるかも。それが工具なんだ。そう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 六角。俺なんだろうその筒ってずっと思ってたもんね。意外となんかこのサイズの割にはしっかり回る。あ、回るね。もうすげえめっちゃ切れる。何これ？ガチ？結構しかもステアリングのジャイロ効いてんのかな？ちょっと見て。そうですね。あ効いてる効いてる。あ、すげえ効いてるよこれ。ジャイロゲインを右にひねると多分強いのかな。あ、すごいすごいガチがすごい低く。今が多分一番低い。あゼロ。あ、今ゼロになった。動かない。ででとりあえず100にしてみましょうか。100。こうひねると。はい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 。あ相当干渉が強そう。ちょっとなんかじゃあブルブルブルちょっと強すぎるね。半分今ぐらいかな。いっぺん走ってみようか。そうっすね。ね。ちょっとなんかこれガチじゃん。すごいな。ボディが。サイドスカートをサイドスカートつけて、ウイングもとりあえずつけてと。あ、これサイドスカートつけるとさ、めちゃ車庫端なんだけど、そうですねこれ走れるのかちょっと一回外そう。なんか吸っちゃいそうだから、ね一旦ちょっとノーマルの状態でね、ね、いっぺん走りましょうか。バンパーを普通のノーマルにしようか。すげえ簡単に変えれるね。ちょっとコツコツぶつけてたら、バンパーポロッと外れるのが FR レジェンドがあったんですけどね。逆だ。こうか。できた。よし、じゃあいっぺん走らせようあっちで。はい。あ、すごいすごい。あれ普通に。あれ何これ？あれこれ面白いかもしれないよ。ハンチングなさそうだねこれ。ないですよ。あれ全然気持ちよさそうに走ってるんだけど。なんか予想と全然違うな。なんか予想以上にしっかり遊べる感じがしてき今ジャイロゲインどのぐらい？た。50ぐらいですね。50。全然普通じゃん。普通。あれ想像以上に操作感はね、なんかいいですよ。ドリシャっぽい？ドリシャっぽい。ちょっとやらして。はい。何これ？ハンチングしないよ。あれこれね P タイルのにいいタイヤだって言ってたんだけども、ちょうどいいっすよね。これ東郷のツルツルアスファルトだとね、全然程よく滑るっすよこれ。何これ？マジかー。ちゃんとブレーキでリアロックさせて。そうですね。サイドブレーキ進入もできちゃう。もしこれもう一台準備して走ろう。そうですね。ねえ、タコ出しでこの辺走っちゃうのみたいな。そうですね。ちょっと
ちょっといい意味で裏切られましたねこれ。なんか10分の1の RTR で全然走るぞみたいな。そうですね。アッカーマン結構悪くないっすもんね。ちょっと見して。このサイズ感にしては。うわ、これちゃんとね、つぼえとるわ。ちゃんとしてるな、想像以上にちゃんとしてる。そう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 。なんだよ、想像以上にすごいじゃないか。これさ、なんて言ったらいいのかな。モーターのパワーはちょっと、そんなないかもしれないんだけども、まあ、回し込みのぐるぐる回るようなレイアウトを作っときゃ、まあこれでも十分楽しめるんじゃないかなって本当思っちゃったな今。そうですね。こんなにあっさり走っちゃって、ある意味なんだかなって思っちゃうよね。これ思ってた以上に遊べるかもしれないですね。ね、これでなんかツインが成立したら、ちょっとここに。いや、いいんじゃない？あ、でも合わせてきた。あ、うまい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 。うまい。おお。切れ込んじゃうのはどうしてもね、路面の下が食うのとパワーがあって、あんたこれ86の方が重そうだよね。ああ、そうですね。中の人形が乗っとるもんでさ、そうですね。その分だけちょっと重たいかも。だからどうしてもちょっとまったりな感じだもんね。意外とちゃんとしてません？ハンチングはないないね。結構しっかりしてる。結構しっかりしてる。だってリアトーコントロールロットついてるんですよ。頭調整できるんですよ。そう、切れ角もあってね。なんだ、そう。これ今ジャイロってどのぐらい？ジャイロ多分半分ぐらいです。半分ぐらい、50%でこれでしょ。100だとちょっとブルっちゃう？中のドライバー取るともうちょい早いと。かもね。こちらへ。ちょっと人形取る？じゃあいっぺん人形。取ってみましょうか。さあちょっとね、人形を外しいやて。これだいぶ重たいと思うよ。人形ちょっと重さあるよね。ですね。あ、なんかこっちの方がさっきより軽快になったの。動きが全然軽快だわ。ね。なんならちょっと足動いてませんこれ。ちゃんと。ちょっとだけちょっとこっち走ってみる。あ、パワー足りないか。一周回れるかな。ちょっと本コースどんな感じで。あ、すげえすげえ、スピーしないで走っちゃってるよ。おお、すげえ。小さいな。ちっちゃい。まあ本来ね、こういう広い場所じゃなくてね。そうですね。もっとちっちゃいところで。ああ、でもちゃんとドリフトしてる。何これ。普通にドリフトしちゃってるよこれ。すげえ。あ、うまい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 。まあ本来の用途ではないね。そうですね。このおうまっ。まあパワーがないでね。ですね。これもでもっとパワーあったらあんだけ走らせちゃうっていうのはすごいな。へえ。まあしかも今日大雨降ってめっちゃ食ってるでしょうね。湿度も高いし。あ、うまい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 。いやこれいいよ。ありがとうございました。ありがとうございました。サイドスカート。インタークーラーついとるの。そう意外とね、見てこれトーコントロールついてますよ。子供みたいな顔してニコニコしながらやっとる。子供だ。柳井君、
はい走り終わりました。はいお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね想像以上にいい意味で裏切られましたね。だいぶ裏切られちゃったね。まあ正直なところ言うとおもちゃでしょって感じで、そうね、全然走んないっす、うんでちゃんちゃんかなって思ったんですけど、うんうん思ってた以上僕もそうですけど、さっきドライバーお二人にうんうん遊んでもらったんですけど、うん、意外と真剣に遊べるそ感がであったっすね。う例えば家とかでもかなり練習になるマシンだなっていうのは思いましたねそうで。すね。ちゃんとブレーキ入れて、うん例えばリアロックさせてうんサイドターンするとか、うんうんこれもできたんですよ。そうそうだからその FR レジェンドのこのコミカルなうん見た目とは裏腹に意外とこの構造とかうん見てもらうとうん結構こだわって作ってる感があるので、そうだねかなりガチだよね。で意外と輪っかもしっかり出てる、ねまあねベアリング使ってる。まあいろんな RDR あるんだけども本当に RDR でこんだけ走っちゃったのは本当に衝撃でしたそうですね。ね。なんかちょっとそのこれまでの RTR のイメージうん覆されたというか、これは驚異のマシンだね。これがおいくらぐらい3万ぐらい。 3万円ぐらい、うんかするとこれのなんか売れ行き次第では他の車種もね追加されてくるのかな。のかなかもしれない。 FR レジェンドだけでも結構うん確か、まあ、1415っぽい車、うん FC っぽい車、うん FD とかうんうん割とその人気どこのうんうん車がそうだね収録されてるんで、うんあとホワイトボディで出てきてるからね、人によっては塗って遊んでもできるのかな、もしかしたらミニッツのホイール使えるとかだったら面白いですよね。ねまあそんな感じになりますんで、はい今日ははい、ご協力ありがとうございました。楽しかったです。いえいえ、それじゃあさようなら。